ちい、緊張しているのか？まあ無理もない。一気に兄弟が11人もできるのだからな。サンライズレジデンスか。こんな一等地にマンションを丸々一棟所有しているというのはすごい話だな。ちい、違う。そこの角は左だ。まったく、お前は地図も読めないのか？危なっかしいな。ほら、深呼吸でもしてみろ。一度心を落ち着かせたらどうだ？おい、そんなに深呼吸してどうするんだ？お前今本当にいっぱいいっぱいなんだな。いいから落ち着け。私がついているだろ。では行くか。地図を見る限りだとそのようだな。ああ、実はな、お前に会ってもらいたい人がいるんだ。まあ知り合いというか、な、父さん再婚したいと思ってるんだ。本当は今日くらいミワにでも案内してもらえればよかったんだがな。ごめんなさいね。こうしてせっかくお食事に招いていただいたのに仕事で遅くなってしまって。いいんだよ、美和さんが忙しいのは分かっているから。こちらがはじめまして。あなたのお父様とお付き合いさせていただいております朝比奈美和です。よかったら名前で呼んでもいいかしら。やっぱり女の子って可愛い。私の子供は男ばかりなの。女の子がずっと欲しかったんだけどね。あら、いけない。いきなりごめんなさい。こんな話をして。お料理取り分けるわね。
おっと、もうこんな時間なんだね。美和さん、今日は来てくれてありがとう。いいえ、こちらこそ。あなたとたくさんお話できて楽しかったわ。そう、それならよかった。ねえ、私たちなんでもないわ。またね。どうしたアーチー、今度は顔がニヤニヤしているぞ。緊張しすぎてついにおかしくなったか？何か間違いが起こらないといいのだが。どうだろうな。この今節丁寧に書かれた地図を持ちながらどうして道を間違えられるんだ。お前の方向感覚は壊滅的だな。ほら、地図を見せてみろ。平気。ごめんね。お姉ちゃんこそ大丈夫？お姉ちゃん膝を怪我してるよ。渡る。マー君。自転車とはいえ歩いてる人にとっては危険なんだよ。だから住宅街でそんなにスピードを出したらいけない。分かったね。ごめんなさい、マー君。君は大丈夫だった？僕の弟が危なっかしくてごめんね。うん、そうだよ。どうかしたかな？でもお姉ちゃん膝を怪我しちゃったんだよ。マー君見てあげて。ほんと？少し見せてごらん。あ、驚かせてごめんね。僕これでも医者なんだ。専門は小児科なんだけどね。膝曲げられる？こうすると痛くない？足首にも特に捻挫とかはなさそうだね。うん、よかった。はいどうぞ。立てるかな？お姉ちゃん本当にごめんね。でもそうだ、ごめんねの気持ちにこれあげるね。
お姉ちゃんにお礼言われちゃった。よくできたね、渡る。見たところ大丈夫だとは思うけど、もし何日か経って足に痛みが出るようだったらすぐに病院へ行ってね。それじゃ僕たちはこれで。バイバイお姉ちゃん。随分と年の離れた兄弟だったな。そうだな。それよりもちい、先ほどキャンディーをもらっていただろ。一つよこせ、小腹が空いた。私の好きないちご味だな。なかなかうまい。ねえ、いおりくん、今日はバイトないんでしょ？たまにはどこか遊びに行こうよ。ごめんね。これから大切な用事があって帰らないといけないんだ。いおりくんいつもそうやってかわすじゃん。そうだね。本当にごめん。でもどうしていつも僕を誘ってくれるの？まあ、いおりくんのこと取られたくないからに決まってるでしょ。いおりくんと遊びたいって子たくさんいるんだよ。そうだよ。超優しいし、かっこいいし、頭もいいし、他の学校の子も狙ってるし、いおりくんマジで王子様みたいって言われてるんだよ。買いかぶりすぎだよ。なんだかちょっと申し訳ないな。もう、申し訳ないとか何それ。無理言えなくなるじゃん。そうだよ。そんな顔しないで。とにかく次は絶対に遊びに行こうね。じゃあ僕はこれで。気をつけて帰ってね。モテよだな。しかもあの男、また誘ってねとか今度は遊びに行こうねといった期待を持たせるようなことを全く話さなかったぞ。あしらい慣れてるのだな。ちい、お前ああいう顔の男が好みなのか？そんなことよりもほら、とっとと兄弟たちの家、朝比奈家を探すぞ。